皆さんこんにちは。最近ですね、生成 AI というのがブームになってきていて、ネット上とかいろんなところで出ている情報を AI の方が集約してこういうことを皆さん言ってますよというのをまとめてくれたりする、そういうのがあります。Google に関しても、そういったことをやっていまして Google の検索機能を使ったりすると検索ワードにもよるんですけれども、それに関してこういうことをネット上では言われてますよっていうのをまとめたものを表示してくれたりするんですよね。で今回このカロラクロスに関してのいい評判、いい評価、これをですね Google に検索かけて、そしてこんなこと言われてますよっていうのを Google さんが出してくれたコメントというか、出てきたものに関してどのようにオーナーとして感じているのかというところをお話ししたいと思います。価格帯がトヨタさんのこの SUV の中では中間程度でお手頃な価格だよというところがあったと。そしてもう一つがコストパフォーマンスが高いというところなんですけれども、これに関してはまさにその通りだなというふうに思います。我々の動画の中でもよくその点はストロングポイントだっていうふうにしてお伝えの方をしているわけなんですけれども、でもそのトヨタさんの SUV をバーッと見た時に上はクラウンスポーツがあって、ハリアーがあって、さらに上はランドクルーザーとかあるわけなんですよね。ラブ4もあったりすると。で、カロラクロスもあって、ライズであったりとかヤリスクロスとかこうずっと並んである中で、確かに中間ぐらいなんですけれど、この大きさの車だともうちょっと高い価格に行ってもおかしくないところをこの価格帯で抑えて購入できるというあたりは確かにすごいなと。他のメーカーの SUV と比較していた時にも、このサイズでこれだけの性能があってこういった車っていうのが結構お手頃で手に入るっていう意味でも非常にいいところに価格帯を置いているなというのが評価としてはあると、それはその通りだと思いますし、あとそのコスパというところでいくと大きさとか排気量というところでこの排気量大きさのものがこの価格帯に位置してくれていていいなっていう話もそうなんですけれども、この車の持っているポテンシャルパフォーマンスっていうのはやっぱり高いと。最新のハイブリッドシステムが積んである、この辺りのインフォテインメントも新しいものが載っている最新の技術が入っていて、そして燃費性能ハイブリッド高いものもありますし、アクセルを踏んだ時のダイレクトな加速感とか乗り心地がいい、静謐性が高いというその車としての性能も高い、そのものが備わっているカロラクロスという車をこの価格帯で手に入れられるというところ、ここはね確かに評価としては1にパッと上がってくるところだと思うんですね。他のメーカーの車とか見て回るともっとね性能がいい車っていうのは確かにあるんですけど、ただ価格も高い、そういったところをいろいろ考えた時にやっぱりコストパフォーマンスの高さっていうことでやはりそのいろんな方が言われているというところにこう落ち着いてくるのかなと思うので、異論はないですし、確かにそうだよねというふうに思うところであると。車高が低くて乗り降りがしやすいというところがあります。音声が乱れておりましたので後で声を入れております。今後席におりましてこのように足を下ろしてみたんですけども、こんな感じで地面にねスッとつくんですよね。私165センチの女性ですけれども、その状態でこの座面のところからお尻を離さずに足を地面につけることができます。特にベゼルだともちろんそのランドクルーザーみたいな感じじゃないですけども、結構高い位置に乗り込む、高い位置から降りるっていうような感じはカルクロ乗った後だとすごく感じるんですよね。それと比べると先ほどみたいにその足をストンと下ろす時にすごく地面が近く感じるのがカロラクロスかなというふうに思います。でそれは乗り降りの時もそうなんですけれども、おそらくこの車に試乗されたりとか納車されてから乗ってる方ですと自分の運転席から見たその景色としてすごく低いなって思うと思うんですよ。 SUV を買うとなるとやっぱりその車高が高くってちょっと上から見晴らしよく若干運転できるような印象を持たれる方もすごく多いと思いますし、実際これまで我が家で乗ってきた SUV だとベゼルとかライツですね、あの辺りに関しては本当に乗った時にこれ SUV だなっていう視点の高さをね感じながら運転するんですけど、カロラクロスってこの運転席から見た時の景色が私個人的にはちょっとミニバンとかに近いかなって。ミニバンも普通のセダンとかよりは高い位置にいますけども、かといって SUV よりあんまり高い位置にいないかなと思うんですが、結構ミニバン的な視点で運転してるなっていうようなことをカロラクロス感じましたので、そういったところでもやっぱり低いところにいるのかなっていうような印象はあります。であともう一つですね、これは AI には上がってこなかったんですけども、比較的カローラクロスで言われてるのを耳にしたことあるかなと思うのが、この SUV の割には最低地上高が低めじゃないかっていうところですね。実際カローラクロスの最低地上高は160ミリなので16センチだと思うんですけれども、
これって普通に乗ってる分には動画こすったりはもちろんしないです。コンビニの入り口とか斜めになってるところをねすごい斜めに走っていかないといけないとかっていうそういうような車ではもちろんない高さなんですけれども、ただ SUV っていうようなカテゴリーで見た時には160ミリっていうのは多分ですあれちょっと思ったより低いなって思われる方もたくさんいらっしゃると思います。おそらくライバルとなる SUV ですと20ミリに近いところも結構あると思いますので、それがやっぱり SUV だよなっていうような感覚も持たれると思うんですけども、カローラクロスに関しては最低地上高はそういった形で、SUV の中では低いかなと。これが多分街乗りで使ってる分には全然関係ないと思うんですけども、本当にオフロードとかすごいところをね段差をあるところを走りたいという方、160ミリですとちょっとそういったオフロードとかね本当に SUV として本格的に使う時にはちょっと気になる高さになるのかなというふうなところは思いますので、そういった点でもおそらく開発される方としてはやっぱシティ派 SUV ということで主に作ってきてるんだろうなというところはちょっと思うところはあります。乗り心地がいい。これに関しては、確かに乗り心地はもうこの車の特筆すべきというか、他のトヨタさんが出す SUV ってもうちょっとスポーティー路線の車がちょっと増えてるような気がしていて、流域とか通過するときにそれをちゃんと感じられるようになってるんですよね。これは多分あえてそうしているというか、走っていての楽しさというところってやっぱり路面からのインフォメーションをしっかり感じて足回りしっかりとしていた方が乗ってて楽しい、走ってて楽しいので、ドライビングプレジャーを感じるためにそうしていて、それはもうあえてそうしていると。逆にそのカローラクロスに関しては快適に移動できるっていうところが標榜されているので、やはりこの乗り心地というところに関してもより快適に過ごせるようにっていうところが出ているので、やはり柔らかいんですよね。これだけの柔らかさがある車って今最近出ている車の中であんまり見かけないんですよね。この柔らかさを持っている車ってやっぱり貴重だなっていうのは個人的には感じているところでもあると。その意味で乗り心地の良さっていうのをいい点として挙げている方が多いっていうのは納得なんですが、逆にもっとカチッとした足回りがいいとか、もうちょっとフラットに乗りたいという方からすると柔らかすぎるっていう風に感じる方もいらっしゃるんだろうな。これは我々のコメントでも寄せられることはありますし、いろいろな情報を見てるとやっぱり柔らかすぎちゃうっていう風に思っている方もいらっしゃる声も聞かれるので、ここはやはりその車の柔らかさ、足回りというか、その乗り心地にどういうものを求めるかによって評価というのは変わってくるんだろうなと思いますが、私はこの乗り心地好きですよというところかと思います。続いてがですね、シニア層、ファミリー層に人気が高いというふうに書かれていました。でこれは確かにそうかなと思いますし、シニア層、ファミリー層ってことは、よく考えてみたら全般ってことかなと思うんですよね。年代的にかなり幅広い層に支持されているってことかなというふうに思います。確かにですね、このカローラクロス、街ですれ違う時に運転されている方をちらっと何気なく見てみますと、年配のご夫婦で乗られている方も多いかなというふうに思っています。ですので多分こういった車なので、一昔前であれば SUV イコールアクティブに使うとかアウトドアに使うとかキャンプで使うとか、そういうような住み分けはちゃんとあったかと思うんですが、最近やっぱり SUV っていうのはすごく車の中の主流にもなっていますので、やっぱりそういったアクティブに使わなくてもすごく使い勝手が普通にいい車ということでやっぱり選ばれる。そうするとやっぱりシニア層と言われている方とかね、少し年配の方であってそんなにアクティブに今はそんなに活動してないよって方でもやっぱり車としてのこの使い勝手の良さで選ばれる方が多いのかなというふうにも思っています。もう一つファミリー層ということで、ファミリー層がどの層かっていうのもあると思うんですけども、多分おそらく本当に小さなお子さんがいてチャイルドシートに乗せて荷物もたくさんあってスライドドアの方が両手が使えていいよって方であれば多分ミニバンにもちろん行ってると思うんですけども、そうじゃなくてもう少しお子さんがそのチャイルドシートいらなくなった世代っていうのはね、中学生高校生とか、そういう方で部活動の送り迎えとかね、そういう形で結構いろんな部活やってると物も多くなると思うんですけども、そんな感じで結構荷物を載せることが多い。子供も大きくなってきたから大きな車がいいなってことでカローラクロスを選ばれる方も多いのかなというふうに思います。そういった時にもやっぱりその実際アクティブに使うというよりもやっぱり使い勝手がとてもいいってことですごく選ばれるのかなというふうにも思います。トヨタ車の中ではやっぱりすごく往年のトヨタ車感がすごくありまして、最近やっぱり先ほども言いましたけども車がスポーティーな方向に結構行ってるものも多くって、
SUV とかセダン的なものであっても柔らかい乗り心地というよりはすごく足回りちょっと固めて乗ってみるとちょっと硬いかなっていう感じる車も多いと思うんですけども、その中でもカローラクロスっていうのは先ほど乗り心地がいいという評判が上がってた通りすごく柔らかいんですよね。往年のトヨタ車って結構そういう形、セダンが得意だったので柔らかかったと思うんですけども、それをすごく残してくれているのがカローラクロスかなと思いますんで、そういった中でもおそらく試乗してみてシニア層とか、ご年配の方とかでこれまでのトヨタ車をよく知ってる方がこの車に乗った時にこれすごく乗り心地いいね、優しい感じでいいねっていうようなことをねおそらく感じやすいんだと思います。そういった点でも試乗して気に入る方もすごくシニア層にも多いんだろうなというふうに思いますし、それはやっぱり別にシニア層に限ったことじゃなくてやっぱりファミリー層とか別に普通ご夫婦で乗る方もこの車とても乗り心地よくていいね、ゆったり乗れそうだねということで、一人じゃなくて家族で乗る車として選ぶという方がねすごく多いのかなというのは分かるところです。ということで今回はですね Google で検索して出てきた生成 AI で、カローラクロスの良いところというところでですねいくつか検索してみたところ、こういったところが上がりましたよというところで、それに対して実際乗ってるユーザーとしてどう感じているかというところですね、このあたりについてお話をしてみました。今回の動画参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンだけでも押していただけますと嬉しいです。別の動画でですねこの同じく生成 AI で、カローラクロスの不評なポイントというかねあまり良くないポイントってどこですかっていうところを上げたものの動画も作ってるんですけども、そちらの方がね件数が圧倒的に多かったんですよね。良いところに関しては今上げたぐらいです。それに比べたら少なめだったんですけども、車って大体悪いところの方が上がってきやすいところがあるので、そういった意味でねその割合になってるのかなと思うんですけど、実際私たちオーナーとして乗ってる感覚としてはこれ感覚が逆転してまして、いいところの方が多くって悪いところが本当に少ない車だと思っています。それぐらいすごく優秀な車だと思っているので、ぜひカローラクロス検討中の方は試乗されてみてほしいなというふうに思います。今後もこのチャンネルではカローラクロスの情報をお届けしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。